こんにちは。今回は毎年5月5日に行われる伝統行事、端午の節句について紹介します。端午の節句は毎年5月5日に行われる男の子の健やかな成長を祈り祝う行事です。以前紹介した3月3日のひな祭りは女の子の成長をお祝いする日でしたが、5月5日は男の子の行事です。端午の節句はもともと中国から伝わってきました。その時代、王の側近に屈原という政治家がいました。屈原は国のために働き、正義感が強かったため、国民から慕われていました。しかし陰謀により失脚してしまい、国の未来に失望した屈原は川に身を投げてしまいました。屈原の死に国民は嘆き悲しみ、屈原が魚に食べられないよう川にちまきを投げ入れたことから、屈原の命日である5月5日が供養のための祭りの日になり、中国全土に広がりました。それが奈良時代に日本に伝わり、厄払いの行事として定着したそうです。端午の節句には、菖蒲を漢方や酒にして飲む風習があり、この菖蒲の葉が剣の形に似ていることや、菖蒲が勝負という武道を重んじる言葉と同じ発音であることから、江戸時代には武家の男の子の成長を祈る行事になっていきました。そしてこれが庶民の間にも広がっていきました。では、端午の節句の飾りを紹介します。端午の節句で家の中に飾るのが、兜飾りや五月人形です。もともとは端午の節句の日に男の子が生まれた武家が本物の兜や旗などを飾っていて、庶民がこれを真似て作り物の兜や武士の人形を飾るようになりました。そしてこれらの飾りは子供を災難から守ってほしいという願いが込められていました。兜飾りの横には弓や刀の飾りがセットになっていることが多いです。兜や五月人形が家の中に飾られるのに対して、外に飾ることが多いものが鯉のぼりです。元は武家が家の外に旗を立てていましたが、農民は旗を立てることを許されなかったため、代わりに鯉のぼりが生まれたそうです。たくさんいる魚の中でも鯉が選ばれたのは、鯉が龍門と呼ばれる滝を登ると龍になるという中国の伝説に由来し、我が子の立身出世を願う意味があります。今回、埼玉県の川越にある鯉のぼりを見てきたので、その映像をお届けします。川越で毎年行われている鯉のぼりのイベント、泳げ鯉のぼくんに行ってきました。ここに飾られている鯉のぼりは、地元の人や子供たちが一つ一つ色を塗ったものだそうです。このイベントは小川菊さんと津賀人形店さんというお店にお子さんが生まれた時に記念にお互いの店をつないで渡し鯉のぼりをしたことがきっかけで始まったそうです。今ではたくさんの人が訪れる大きなイベントになっているのが素晴らしいですね。次は端午の節句の日にやることを紹介します。端午の節句の日には菖蒲湯に入ります。菖蒲湯は鎌倉時代に厄除けとして武士の間で広まりました。菖蒲湯に入ることで子供を災難から守り、たくましく育ってほしいという願いが込められています。これが実際の菖蒲の葉っぱです。なんか思ってた以上に大きくて結構びっくりしました。これ見た目がちょっとニラの葉っぱっぽいので、間違えて食べるとちょっと危ないので気をつけてください。なぜかスーパーの野菜売り場の近くに置いてあったので、食べれるって思って買う人もいるかもしれないので気をつけてください。ここで根元で束ねてあるので、このままお風呂に入れて菖蒲湯にして入ります。それではここからは端午の節句の日に食べるものを紹介します。端午の節句の日に食べる代表的なものといえば、柏餅とちまきです。まず、柏餅の柏の葉は、新芽が出るまで古い葉が落ちないため、古い葉が親、新芽を子に例えて、家計が絶えない、子孫繁栄という意味があります。関東では柏餅を食べる家が多いです。
一方、関西では柏餅の代わりにちまきと呼ばれるお菓子を食べます。こちらは最初に説明した屈原の故事から来ています。関西では柏の葉が育ちにくかったことや、京都や奈良などのことがあったため、伝統が残っており、ちまきを食べるという説があります。今回はこしあんとよもぎ餅の粒あんを買ってみました。中はこんな感じで、私はよもぎ餅の方が好きです。ここからは家庭によって違う食べ物を紹介します。まずは魚です。魚の中でもカツオやブリがよく食べられます。カツオは名前にカツという言葉が入っていることから、ブリは成長に合わせて呼び名が変わるので出世魚と呼ばれることから、男の子の将来の活躍を願って食べられることが多いです。今回はカツオのお刺身を買ってみました。カツオの場合はお刺身やたたきにしたり、ブリの場合はお刺身や煮付け、塩焼きなどで食べられることが多いです。次はタケノコです。タケノコは端午の節句の頃に旬を迎え、成長すると竹になることから、竹のようにまっすぐ元気に育ってほしいという願いが込められています。タケノコは煮たり、タケノコご飯として食べたりすることが多いです。こんなものを見つけたので買ってみました。これはとんがりコーンというお菓子で、パッケージで鯉のぼりが作れるらしいです。ちなみに中身はこんな感じで、子供の頃は指にはめて爪みたいにして遊んだりする子が多いです。今日の動画はいかがでしたか？今回は5月5日の端午の節句を紹介しました。この日は端午の節句と同時に子供の日として国民の祝日に設定されています。私は男兄弟がいないので、家で端午の節句をした経験がなくて、今回初めて知ったことがたくさんありました。鯉のぼりは iPhone の絵文字にも登録されているので、見たことがある人もいるかもしれないです。もし4月から5月くらいに日本にいたら、鯉のぼりが街中にあると思うので、よかったら見てみてください。それでは今日の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録といいねもお願いします。バイバーイ。